明けましておめでとうございます、健三先生。おめでとうございます、みつきさん。今年もよろしくお願いします。いやー、日本のお正月、初めて体験しました。本当に特別でしたね。そうですか？どんなお正月でしたか？友達の家で過ごしたんですが、夜中に蕎麦を食べたり、除夜の鐘を聞いたり、全部新鮮でした。それは良かったですね。初めての日本のお正月は特別な思い出になりますよ。はい。でも、いろいろと不思議なこともあって、今日はそれについて話したいんです。いいですよ。では、詳しく教えてください。実はですね、友達のゆきちゃんの家族に招待されて、大晦日を一緒に過ごしたんです。それは素晴らしい経験でしたね。夜の11時頃、突然、さあ、お蕎麦の時間よって言われて、今から夕飯って思いました。年越しそばですね。そうです。熱い蕎麦を食べながらテレビで除夜の鐘を聞いて、ゴーン、ゴーンって。108回の鐘ですね。それなんですよ。最初は数えようとしたんですけど、50くらいで眠くなっちゃって。それはよくあることです。でも、健三先生、なんで108回なんですか？何か意味があるんですよね。はい。とても深い意味がありますよ。それについては後で詳しく説明しましょう。その後はどうでしたか？では、108回の鐘の意味を説明しましょう。仏教の教えでは、人間には108つの煩悩があると言われています。煩悩？それは何ですか？簡単に言うと、私たちを苦しめる感情や欲望のことです。怒り、嫉妬、執着、そういったものです。なるほど。それで108回。そうです。一つの鐘の音で一つの煩悩を消す。だから大晦日に108回鐘を鳴らして綺麗な心で新年を迎えるんです。素敵ですね。リセットボタンを押すみたいな感じですね。まさにその通り。年越しそばも同じような意味があります。長い面は長寿を表し、細くて切れやすい面は悪いことを断ち切る意味があります。でも、健三先生、私の国では新年にレゾリューションを作るんです。具体的な目標のリストを。ああ、新年の抱負ですね。そうです。週3回ジムに行くとか、月1冊本を読むとか。日本ではそういうのはないんですか？あまり一般的ではないですね。その代わり、書き初めという伝統があります。書き初め。新年に筆で一つの漢字や短い言葉を書くんです。例えば、挑戦とか感謝とか、その一文字が一年のテーマになります。でも、一文字だけだと曖昧すぎませんか？達成したかどうか、どうやってわかるんですか？それが文化の違いですね。西洋の人は測定可能な目標を好む。日本人は感じることを大切にする。つまり、達成するとなるの違い？その通りです。どちらも素晴らしいアプローチです。実は両方を組み合わせることもできますよ。どういうことですか？具体的な目標も持ちながら、一年の大きなテーマも持つ。例えば、テーマは成長。具体的な目標は、毎日10分読書する。なるほど。両方のいいところを取るんですね。実はですね、みつきさん。去年、私は大きな失敗をしました。健三先生が？はい。去年の1月、
私は英語を流暢に話せるようになると決めました。字幕なしでアニメを見たかったんです。それは素晴らしい目標じゃないですか？目標は良かったんですが、やり方が間違っていました。高い英語アプリを買って、毎日30分、365日続けると決めたんです。それで、どうなりましたか？最初の2週間はとても頑張りました。でも2月になって仕事が忙しくなって、1日サボってしまいました。1日だけですか？そうです。でもその1日が致命的でした。完璧な連続記録が途切れたと思って、もうやる気がなくなってしまったんです。わかります、その気持ち。3月には完全に忘れていました。何が問題だったと思いますか？目標が大きすぎた？その通り、現実的じゃなかったんです。それで学んだことがあります。継続性は強度より大切だということ。どういう意味ですか？週に1回30分より毎日5分の方がいいんです。だから今年は変えました。どう変えたんですか？毎朝コーヒーを飲みながら10分英語を聞く。すでにある習慣に新しい習慣をくっつけたんです。それは賢いですね。みつきさん、あなたも去年できなかった目標はありますか？実は、毎日お弁当を作ろうと思ったんですけど、2週間で諦めました。見てください。私たちは同じですね。でも大丈夫。今年また挑戦しましょう。はい。今度は小さく始めます。そしてこれを聞いている皆さんもぜひ自分の経験をコメントで教えてください。では、目標を達成するための3つの原則を教えましょお願いします。う。1つ目は小さく始める。毎日1時間勉強するではなく、毎朝10分。日本のことわざにありますよね。千里の道も一歩から。まさにその通り。2つ目は習慣にくっつける。さっき言っていたコーヒーの例ですね。そうです。歯を磨いた後に5つ新しい単語を覚えるとか、すでにある習慣に新しいことを重ねるんです。積み重ねですね。3つ目は見える化する。目標を紙に書いて壁に貼る。習慣トラッカーを使う。だるまみたいな感じですか？そうです。だるまに最初は片目を描いて、目標を達成したらもう片方の目を描く。素晴らしい伝統です。これで完璧ですね。みつきさん、ここで難しい真実を言わなければなりません。え、何ですか？実は、ほとんどの人は新年の目標に失敗します。え、なんでそんなこと言うんですか？統計によると 80% の人が2月までに諦めます。特に日本では正月休みが終わって仕事が始まるとみんな目標を忘れてしまいます。でも、全員じゃないですよね。もちろん。でも失敗する理由はあなたが弱いからじゃない。目標の立て方が間違っているからです。どういうことですか？例えば、今年は日本語をマスターする。曖昧すぎます。毎日ジムに行く。厳しすぎます。そして人生は起こります。病気になったり、忙しくなったり、ストレスが溜まったり。それで諦めちゃう。だから大切なのは完璧を求めないこと。完璧な連続記録ではなく、回復計画を持つことです。回復計画？一日サボったら次の日どうするか。そこが鍵です。七転び焼きですね。まさに、それが本当の日本の精神です。でも健三先生、もし毎日12時間働いて家に帰ったらすごく疲れている人は
どうやって勉強する時間を作るんですか？いい質問ですね。その場合は、受動的学習をおすすめします。中動的学習？電車で日本語のポッドキャストを聞く。スマホの言語設定を日本語に変える。夕食を食べながら日本語字幕でアニメを見る。特別な勉強時間は必要ありません。なるほど。じゃあ、お金がない人は本も買えない。アプリも買えない。簡単です。NHK ニュースウェブイージーは無料。YouTube も無料。図書館も無料。言語交換アプリも無料。お金は障害じゃありません。もし、日本人の友達がいなくて、話す相手がいない人は？オンラインコミュニティに参加してください。Discord サーバー、Reddit、言語交換アプリ、または、鏡に向かって話す。鏡に？本当です。独り言を日本語で言う。今日あったことを日本語で話す。誰もあなたを評価しません。実は、私、完璧主義者なんです。間違えるのが怖くて、話せないんです。みつきさん、日本人でさえ漢字や文法を間違えます。目標はコミュニケーション、完璧さじゃありません。でも、笑われたら、ほとんどの日本人は、あなたが日本語を話そうとしていることに感謝します。助けてくれます。笑いません。信じてください。みつきさん、個人的な話をしてもいいですか？もちろんです。5年前、初めて一人で新年を迎えました。東京で働き始めた年で、大阪の家族のところに帰れなかったんです。一人で大晦日を。コンビニで年越しそばを買って、小さな部屋で一人で食べました。テレビで除夜の鐘を聞いて、窓の外を見たら、他の家族が楽しそうに笑っていて、寂しかったですね。その時思ったんです。今年は失敗だった。家族から離れている。仕事は大変。祝うことなんて何もないって。でも、そこで気づいたんです。自分で自分を苦しめていたって。他の人のインスタグラムと自分の人生を比べていた。自分が持っていないものばかり見て、持っているものを見ていなかった。持っているもの。健康がありました。仕事がありました。家がありました。未来がありました。完璧な年じゃなかったけど、生き延びた。それで、今、5年後の今、振り返ると、あの一人の夜が私に回復力を教えてくれた。幸せは外からじゃなく内側から来るって。健三先生、知りませんでした。シェアしてくれてありがとうございます。今でも目標に苦しむことがあります。今でも失敗することがあります。でも自分を許すことを学びました。自分を許す。それが一番大切な決意です。では、今日の大切なポイントを3つまとめましょう。お願いします。1つ目、完璧を目指すより継続を目指せ。ああ、これいい言葉ですね。consistency over perfection。2つ目、小さな一歩も一歩だ。つまり、5分だけ勉強しても何もしないよりいいってことですね。その通り、進歩、完璧じゃなく、3つ目は、自分を他人と比べない。去年の自分と比べよう。これ大好きです。みんな自分のジャーニーがありますもんね。そうです。あなたの唯一のライバルは過去の自分です。じゃあ、
具体的に何をすればいいですか？簡単な宿題があります。10分もかかりません。準備できました。紙を1枚取って3つのことを書いてください。1つ目、去年の自分から改善したこと1つ。2つ目、今年の小さな目標1つ。3つ目、明日やる具体的な行動1つ。例えば、私の場合、去年の自分はご飯が炊けなかった。今はできる。小さな目標は日本料理を5つ学ぶ。明日の行動は料理動画を1つ見る。簡単ですね。今すぐやります。リスナーの皆さんもぜひやってみてください。10分だけ書き出すことで現実になります。では、今日の重要な単語を復習しましょう。一つ目、大晦日。大晦日。12月31日。1年の最後の日ですね。二つ目、年越しそば。年越しそば。大晦日に食べるそばで長寿を願います。三つ目、初詣。初詣。新年最初の神社やお寺への参拝です。明治神宮は3日間で300万人以上が訪れます。最後、目標。目標。ゴールや目的のことです。今年の目標は何ですか？完璧。みつきさん、そしてリスナーの皆さん、大切なことを言わせてください。どうぞ。日本語を学ぶのは難しい。目標を作るのも難しい。自分を変えるのも難しい。でも、それでいいんです。時々諦めたくなります。もちろんです。みんなそうです。でも覚えておいてください。転んだら、また起き上がればいい。な転び、や起き。完璧である必要はありません。早い必要もありません。ただ続けること。一歩ずつ。はい、頑張ります。そして忘れないでください。すべての達人も最初は初心者でした。流暢に話す人もみんな最初はひらがなで苦労しました。あなたは正しい道にいます。あ、健三先生、次回は何について話しますか？いい質問ですね。次回は節分について話しましょう。2月の豆まきの祭りです。豆まき？なんで豆を投げるんですか？それは次回のお楽しみです。鬼と恵方と年齢の数だけ豆を食べることについて、クレイジーですね。待ちきれません。その前にお願いがあります。はい。このエピソードを楽しんだ方は、一つ目、ミスタージャパニーズチャンネルをチャンネル登録してください。二つ目、コメントを残してください。今年のあなたの小さな目標は何ですか？三つ目、日本語を勉強している友達にシェアしてください。すべてのコメントを読んでいます。本当に皆さんの声を聞くのが大好きです。もっと練習したい方は、説明欄の前回のエピソードもチェックしてくださいね。さて、みつきさん、今日はここまでにしましょう。はい、ありがとうございました、健三先生。そして皆さんも覚えておいてください。小さな一歩も一歩だ。じゃあまた来週。またね。バイバイ。バイバーイ。